お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、大日本帝国陸軍が開発したが、本土決戦のために温存、さらには試作車の製作だけで終戦を迎え、実戦に投入されることのなかった幻の戦車、3式中戦車、4式中戦車、5式中戦車を解説する。3種類の戦車を一気に解説か。長くなるかもだけど気長に聞いていただけると幸甚です。以前本チャンネルの動画で解説した通り、帝国陸軍は、主に歩兵支援を目的とした新戦車、97式中戦車を開発し、実戦に投入したが、97式中戦車はあくまで歩兵支援を主眼にした戦車であり、戦車対戦車の機構戦を想定して開発した戦車とは言い難く、特にこの用途や性能の問題は、太平洋戦争で顕在化してしまった。すなわち、アメリカ軍やイギリス軍が運用する M3 系戦車に歯が立たなかったわけだ。M3 系戦車は、アメリカ軍が開発し、武器貸与法に基づきイギリス軍など連合国軍に提供された軽戦車だ。M3 系戦車の前身は M2 系戦車だが、M2 系戦車は機構戦で戦車砲の餌食になってしまうほど装甲が脆弱で、この装甲の脆弱性を是正すべく改良が加えられた戦車だ。そのため、帝国陸軍の戦車は、M3 系戦車の装甲の厚さに苦戦を強いられたというわけだ。そこで帝国陸軍は、97式中戦車の主砲部分を強化するなどして、機構戦力の増強を図り、連合軍の M3 系戦車に対抗すべく量産を進めたんだが、さらに強敵となる戦車が連合軍側に登場する。いたちごっこだな。もはや、その名は、M4 中戦車だ。太平洋戦争のアメリカ軍の戦車といえばこれのイメージがあるわ。実際、太平洋の当初戦において、95式軽戦車などは、その連度の高さゆえに、主砲での射撃を M4 中戦車に命中させても、装甲を破ることができず、日本の戦車兵がはがみをするという局面もあったらしい。まあ朝鮮戦争でも使われたレベルの戦車だから、やむを得ない側面もあるか。ここからがややこしい話だが、M4 中戦車に苦戦する機構部隊を踏まえ、最新の強力な戦車を開発すべく、帝国陸軍が研究に着手したのが、後で解説する4式中戦車や5式中戦車なんだ。そうすると3式中戦車はどんな位置づけなの？ものすごい端的に言うと、4式中戦車や5式中戦車が完成するまでのピンチヒッターとしての戦車なんだ。なんと、しかし、ピンチヒッターとは言っても、3式中戦車は、帝国陸軍が粋を極めて開発した1式中戦車を強化した、戦車部隊同士の機構戦も想定した中戦車だから、その威力には期待があった。3式中戦車は、車体は1式中戦車をベースとしており、エンジンはディーゼルエンジンだった。帝国陸軍が機構部隊のディーゼル化に邁進していた結果だな。そう、統制型100式発動機だ。軽油で動くしね。搭載された手法は、3式7センチ半戦車砲2型だ。この手法の原型は、帝国陸軍の砲兵部隊が運用した90式野砲で、その威力には定評があった。この90式野砲は、まず戦車砲として、本チャンネルでも解説した一式砲戦車に搭載された。砲兵の自走砲なのか、機構兵の砲戦車なのかややこしい車両だったな。90式野砲は、砲戦車に搭載できるよう改修されて一式砲戦車に搭載され、さらに、一式砲戦車をバージョンアップした3式砲戦車に搭載すべくさらに改良を重ねられて、3式7センチ半戦車砲となった。この3式7センチ半戦車砲をさらに改良して、3式中戦車に搭載されたのが、3式7センチ半戦車砲2型だ。だから2型なのか。この手法の威力については、連合軍の戦車に対抗すべく設計、開発された3式中戦車の手法なので、M4 中戦車の装甲を撃破できる能力があったはずとする見解もあれば、いや実際は M4 中戦車の被弾軽視を考慮すると、撃破までは怪しかったんではないかという見解があるなど、いろいろ見解がある。被弾軽視って何？装甲を傾斜させることで敵弾のエネルギーが集中することを防ぎ、敵弾を斜めに弾くことで戦車を防御することだ。なるほど、直角に被弾するよりも斜めの装甲に被弾すると守れそうだな。被弾軽視に関しては、帝国陸軍の戦車開発においては、若干疎かった面もあるんだけどね。
3式中戦車は1944年という第二次世界大戦も終盤で生産が開始されたので、本土決戦に備えて機構戦力を温存する方針のもと、日本に配備されたが、終戦により実戦で活躍することはなかった。さて、冒頭でも言った通り、3式中戦車は、帝国陸軍が新たに開発に着手した新型戦車である、4式中戦車が完成するまでの、いわばピンチヒッターのような役割を担う戦車だった。その4式中戦車だが、陸上戦での挽回への期待を背負ったこの新型戦車は、1942年9月に正式に開発が決定された。この年の8月には、アメリカ軍がガダルカナル島に侵攻し、日本の守備隊と猛烈な激戦を展開している時期であり、徐々に太平洋で日本の敗勢が色濃くなっている時期だった。4式中戦車の特徴としては、車体を全面溶接にして防御力を強化し、加えて、四方を長方針に整えて威力を増大させ、さらには、装甲もかつての帝国陸軍の戦車を上回る厚さという諸条件で、開発が行われた。全面溶接って普通じゃないの？この時代はね、工業技術の問題もあって、リベット打ちの戦車も存在したんだ。しかし、リベット打ちだと、戦車が被弾した時に、リベットが飛んで戦車兵を負傷させるという厄介な特徴があったんだ。冒頭ら辺で言った通り、4式中戦車は、アメリカ軍の M4 中戦車など連合軍の戦車に対抗すべく、開発が決定された。他の歩兵支援戦車とは目的を異にする、まさに戦車との戦闘を主眼にした帝国陸軍の戦車だった。4式中戦車は、正式化に至る試作戦車が、終戦が近づく時期にやっと完成した。最大の特徴は、搭載された戦車砲の威力だ。4式中戦車に搭載された主砲は、四星7センチ半戦車砲長という戦車砲だ。この戦車砲は、もともとは大陸で鹵獲された海外製の高射砲をほぼベースにして帝国陸軍が開発した、4式7センチ半高射砲を改造して戦車に搭載できるようにした大砲なんだ。砲兵下の野砲を乗っけるケースはあったが、とうとう高射砲を乗っけたか。その威力は押して知るべしだ。しかし、4式中戦車の大量生産は幻に終わった。元々の生産計画では、1945年の後半から生産量を増やす予定だったが、終戦により、実際に生産された4式中戦車は数量にとどまった。この時期になると、航空機の生産が絶対優先だしね。海軍との資材の奪い合いもあるしね。ある陸軍将校の回想によると、太平洋戦争も中盤になると、陸軍は予算の獲得には苦労しなくなったが、予算という金があっても、物が不足しているから、予算じゃなくて物の動員に苦労したと言ってるくらいだからね。最後に、5式中戦車の解説をしよう。まだ続きがあったか。5式中戦車は、試作戦車の開発だけで終了した、4式中戦車以上に幻の戦車だ。5式中戦車の特徴としては、帝国陸軍が予算の関係で従前から低コストでの量産も開発段階で考慮していた姿勢を変更して、戦車生産における量より質を重視し、世界大戦で目覚ましい発展を遂げる列国の戦車を凌駕する戦車、という高い目標で研究された戦車だ。5式中戦車は、厚い装甲を施され、強力な長方針の戦車砲を搭載していたが、特筆すべきは、従来の戦車以上に装甲力を強化すべく、長年にわたり帝国陸軍がこだわってきたディーゼルエンジンではなく、ガソリンエンジンを搭載したことだ。統制型発動機が搭載されなかったか。名前が好きだったんだが、ちなみに5式中戦車に搭載されたエンジンは、航空機用に開発されたエンジンで、その馬力は、当時の帝国陸軍が運用していたディーゼルエンジンとは比較できない馬力だった。しかも、四方の他に、小回りの利く火力として、一式37ミリ戦車砲が、副砲として搭載されているという攻撃力だった。しかし、4式中戦車と同様、終戦により本格的な量産はされず、帝国陸軍の機構化部隊は、その役目を終えた。さて、以上の通り3式中戦車などの解説をしてきたが、戦車や装甲車両を中心にした機構情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、
秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は気候情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。ここまで見てくれた人、ありがとう。気候情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。